こんな感じで。こんにちは、ドローン空撮旅人のあれしますあなたのハートにおっさんビーム。こんにちは、ドローン空撮旅人の時です。そうですね、もう2022年も12月ということでほぼ終わりということで、今年買った中で良かった登山ギアを10選紹介していきたいと思います。ベストですね。ベストなんかな、ちょっとよくわかんないですけど、とりあえずいいと思ったんで紹介していきます。ではまず、名脇役から10位にしましょうか。10位、第10位。第10位はちょっとね隠してるんですよ。ニトリル手袋になります。これはですね、もう名脇役で、ほぼメインでは使わないんですけど、一応予備として持っていったら役に立つかなと思います。僕よくもう予備で持ってってるんで、要するにこれあれですね、なんか手袋に何かあった時にこういう風にやると一応、防風とかになりますし、手袋を落としてしまったりとかになってくると、で簡単な話、軽いんですよ、アホほど。これ1枚あるだけで全然違うんで、おすすめかなと思って。ならこれで何かあった時もいけますんで。メリットとしてはもちろんその超軽量っていうことと、例えば冬でこういう形で3シーズンとかこういう手袋使いますやん。どうしても水に濡れたらアウトと思うんで、そういう時にこれをかぶすんですよ。ほんなら防水になるんで、あったかいという形になります。こんな感じでね。僕これ八甲ヶ岳雪の3月で雪山で一回試したことありますけど、良かったですよ。ただまた後でデメリット言いますよ。とりあえずメリットね。こういうモンベルさんの手袋あるじゃないですか。で、正直モンベルさんの手袋ね、えらい防水があんまりなんですよね。なんかよくわかんないですけど、すぐなんか水が入ってくるんで、そういった時には逆にこれを内側に入れてこうするという形で使います。こんな感じで。なのでこれはおすすめです。でこれもちろんデメリットがあって、簡単な話、破れやすい。例えば岩とか掴んだ時とか、木を持った時、何かしらこうグッと木を持った時に破れやすいという形になってきます。であとあんまりゴムの匂いせえへんな。それぐらいかな。それぐらいですね。あとこれでもね、意外とあったかいんですよ。これでも。ただやっぱしこういう風な手袋よりも性能は劣るかなとは思いますけど、まだつけてないよりかはマシみたいな感じです。これが要するに予備として名脇役っていう形で第10位になります。第9位は
れも迷惑薬なんですけど、こいつですね、エマージェンシーシートになります。これね、めちゃくちゃ安いんですよ。480円かなんかで、しかもね、210の130なんですよ。なので、これは一応そのテントの下とかにわって広げれる、広げれるっていうか、テントよりも大きいんで、かなり底冷えを防げるんですよ。でまたこれもしよかったら僕過去の動画に最強のテントの仕方とか出してますんで、これ見てもらったら、これほんまに見てほしいんですよ。特に初心者の方とか、ほんまにその理論で言ってるんで、自分が遭難した経験とかで言ってるんで、いかにこれで温めるか。結局3シーズンとかでもこれでテントを温めたりとかするんだけど、3シーズンとかでも一応稜線とかのテント場とかには寒いんですよ。なのでそういったところでも役立つかなとは思います。でもちろんそのエマージェンシーなんで緊急時にこうバサッと日帰りとかでも持っていってこれ大きいんでバサッとかぶれてある程度温かみが出るという形になると思います。こんな感じです。で8位がですね、これも迷惑薬のこれですよ。これも絶対おすすめ。キャリーザさんで、重さもそんな重たくないんで全然基本的にもちろんメインでも使えるんですけど、僕は予備として使ってます。でこれはね、八甲ヶ岳で遭難した時にめちゃくちゃ役に立ったんですよ。でこれもまたその遭難のやつ動画出してますんで、また見ていただければありがたいんですけど、遭難した時に雪山で今年の3月で雪山で遭難して、結局そうなんですよ、2泊したんでビバークしてしまって遭難して、なのでヘッテンを使ってたんですけど、結局すぐ電池切れてしまって、で、これを使ったんですけど、これでだいぶ助かりました。で雪山ってね、夜めちゃくちゃ寒いんですよ。で僕正直軽装備行ったんで夜眠れなくて寒くて、でしかもこのまま行ったらちょっとやばいな思って死ぬ確率ってな思って夜こう体を動かさんとやばいと思って夜動いたんですよ、行動したんですよ。でその時にヘッドライト、もちろんヘッテンを使ってたんですけど、ヘッテンが切れてしまって、で予備でこれ持って行ってたんですね。でこれで助かったんですよ。でしかもこれ太陽光発電してくれるんで、ザックにぶら下げ取ったら適当に充電してくれるんで、これはほんまにおすすめです。でこいつのデメリットとしてはあれなんですよ、いつ切れるかわからないだから残量が全く分かんないんですよ。なので基本的には予備として使っていただいた方がいいかなと思います。でちなみにヘッテン気をつけてくださいね。あれ一番明るいやつで皆さんやると大体のヘッテンなんですけど、ほんならもう1時間ぐらいで切れてしまうんで、できれば中間ぐらいがいいんですけど、これもまたあれなんで悲しいことにこう明るいのが一番見やすいんですよ。で実は言うとその見える範囲も広がるんですけど、中間やったらやっぱりこの横の範囲が狭くなるんで、こっちに登山道があったりとかしてもたまにね見逃してしまうんですよ。
こちらにね、なんか要するに特に分岐があって、あ、こっちあるやんって、登山道あるやんと思って、でライトがこっちしか見えてなかったら、こっちの登山道を見逃してしまう時があるんですよ。だからそこら辺も気をつけて、まあずっとこうやっとったらいいんやけど、あんまりそういうのも実は言うと僕何回も相談しかけてるから分かるんですけど、なかなか難しいんです、そこら辺。だから気をつけてもらってですね。これはほんまにできればもう別に僕の履歴とかそんな関係なしに持っといていただいた方がいいかなとは思います。で、なんでか言ったら太陽光なんで、まず一泊して遭難して一泊ビバークとかしたとしても、これが切れたとしても次の日の夜とかになったら復活してる可能性はあるんで、そんな感じですね。これはもうほんまに名脇役です。これ絶対おすすめなんですけどね。そんな感じです。特に雪山とかほんまに気ぃつけて、夜めっちゃ寒いんで、大体ね、だからね、夕方の5時からまあ11時ぐらいまでほんまに休んで、そっからもうめっちゃ寒くなるんで、それから僕は動いたんですけどね。まあそのテントとか装備によって変わってくるんで、そこはちょっと全てが正しいとは言えないんですけど、そんな感じです。ほんで19、8やね。7位がこれです。ショックコードこれロックストパになります。これをこれを買えばザックで改造できるんですよ、簡単に。こんな感じで、要するにでここに何かここに要はつけれたりとか、ザックのいろんなところにつけれるようになるんで、自分の好きなところにつけれるようになるんで、これめちゃくちゃおすすめなんですよ。しかも別に誰でも多分できると思うんで、切ってこれをだから切ってで輪にしてストッパー入れてキュッて締めるだけなんで、切った先は一応炙ってライターで炙ったらいけるんで、ほんならここにだから何もないのに、ショルダーベルトあるじゃないですか。ここで例えばちょっと顔料体とかでもストック、ポールですね、ポールがちょっと邪魔になるかな思ったら、この前でここに輪っかをつけとくんですよ。このゴムのやつ、ショックコードね、これゴムなんですけど、でこれで輪っかつけて、こういうさっきの輪っかみたいな感じで2つつけとくんですよ、こっちとこっちに。ほんなら直せれるんですね。ほんで両手使えるようになったりとかするんで、これめちゃくちゃおすすめですよ、ショックコード。これはだから要するにザックの改良としていいと思います。ショックコードとストッパー、Amazon で売ってますわ、安く。こんな感じです。名脇役ですね。19次はこれマットで、マットをマット貝です。座布団貝です。座布団貝になります。でこれは僕がこれも動画出してますんで、よかったら見てください。ここにハトメ入れて、でショックコードを入れてるんですよ。でこんな感じでこれ入れてね、ここ入れてもらって、ベルトのこれ何やったっけ、入れてもらって入れていきましょうか。ほんならこれやったら落ちないじゃないですか。
ですか、下にバーって。ほんで座るときにこれを外してもらって、ほんでこれはもうこの輪っかに入れてますんで、こんな感じでここにね入れてますんで、でこうやってでこうやって座れるんですよ、汚れないと。特にこれ雪山とかにいいと思うんでおすすめです。これちょっと改造してみます。この座布団貝です。5位がこれ PP シートになります。これは僕セリアさんで買ったんですけど、これがねもうめちゃくちゃ良くて、僕ストック持ってるんですけど、これを要するにあれにするんですよ。ザックの中に入れるんですよ。んで要はこんな感じで僕ザックの中に入れてるんで、まあ別にタオルいらないと思うんですけど、こういう感じでちょっと僕一回失敗してで強度的にあれやから二重にして、こんな感じでそのザックに合うように切ってもらって、UL ザックね、UL ザックフレームがないやつの UL ザックに入れるとこれめちゃくちゃ良かったんですよ。なんかねやっぱしね軽く感じます、本当に。多分特に、ウエストベルトがあるやつ、 UL ザックでもウエストベルトがあるやつになると多分このどういったらいいんですかね、ショルダーが基本的に、重さが関わると思うんですけど、これを入れることによってウエストベルトにある程度重さも分散されるんですよ、これによって余計に。もちろんねそのウエストベルトなくてもこの背中に重さが分散されるという形でいいと思うんで、これも一応ね、UL ザックの改良の動画上げてますんで、もしよかったら見てください。これ PB シートおすすめですよ。しかも100円なんで、これで200円ですよ。めちゃくちゃおすすめです。で4位が一応サーマレッソのエアマットになります。これがすごくて重さが 280g になってきます。めちゃくちゃ軽いんです。で空気が入ってるんで基本的に雪山とかでもそんな寒くないです。まだこれちょっとあれなんですけど、雪山使ってないんですけど、もう一つのその黄色いやつアルチ 5.2 のやつがあったんですけど、それを使ったから全く寒くなかった。で僕アルチ下げたんですよ。アルチ 2.0 これでこっちの方が軽量なんで買ったんですけど、もうどうしてもその体がそんな大きくないのでこれはおすすめかなと思います。これは R 値 2.0 なんですけどね。ただなんで下げてもええかって言ったら、そのテントの底冷えを防御することによってで R 値って基本的にプラスになっていけるんですよ。こうエアーマットが R 値 2.0 で下のマットがグランドシートが R 値1とか 0.5 とかやったりとかするとプラスになっていくんですね。R 値 2.5 になったりとかで、あとマットを引いたり他のマットを引いたりとかすると R 値1とかで増えていくんですよ。なので基本的にはそういう形で使おうと思ってるんですからR 値 2.0 でも大丈夫かなと思って下げて軽量化を図ったんです。そんな感じです。第3位はこれです。 3FUL ギアのザックです。これ名前何やったか忘れてます。何やったっけ。
これが超軽いんですよ UL ザックで。ただフレームはないんですけど、大体800後半ぐらい 900g 以内になります。また調べてテロップかなんかでやっておきます。これがめちゃくちゃ良かったです。で上がこういう感じで広がっていくんで、ある程度多くても入れれるような形になります。これはもうかなり良かったですね。で第2位はヘリテージクロスオーバードームになります。1.5 人用みたいな感じです。一応2人用とはなってますけど、これですね、もうめちゃくちゃ軽いです。 640g やったかな。で、シングルウォールで、基本的にはツエルトタイプになります。ツエルトテント、ツエルトテントって言うけどテントになってますからね。ツエルトってドイツ語でテントなんで、だからそこら辺日本語和製英語難しいですね。英語じゃないかもう分かんないで、これめちゃくちゃ軽くで、もう軽さがもう決めて 640g で軽いです。でこれにいろいろと僕がさっきも言ったように、このままやったら寒いのでいろいろと試行錯誤してテントを軽量のままで、テント内を暖かくするという形で、やっぱしね、その冬とかになってくると、これは正直これだけやったらきついです。はっきり言ってめちゃくちゃきついです。なんで俺立ってるのに、はっきり言ってめちゃくちゃきついです。だからいろいろとその考えていかなければいけないんで、ただそれがいいんですよ。ツエルトって基本的に元だけなんで、自分の好みで改造していける、継ぎ足していけるんで、例えばそのマットを大きくしたりとかしたら底冷え防止になったりとかするんで、だからこれがめちゃくちゃいいんですよ。で640プラスマットを入れただけでも 100g として、740、750としても全然その普通のテントよりもあれじゃないですか、軽量じゃないですか。だから自分で触っていっても軽量なのでいいという形で採用しました。だからテントで言えば最小限だけどめちゃくちゃいい。であと生地がね、やっぱりねちょっと薄いんですよ。これだいぶちょっとやばいんで、気ぃつけてやらんとやばいですよ。多分僕はグランドシートは必須の方がええんちゃうかなとは思ってます。そんな感じです。そして第1位はこれ、マタドールのフリーレイ22。これめちゃくちゃいいです。僕ずっとね、日帰りでももう重たくてしんどくてなってたんですけど、これ変えた後だいぶ楽になったんですよ。で形状がめちゃくちゃいいんですね。この下がちょっと小さくて上がちょっと広がってるんですけど、重さを上に行くことによって重さを感じにくくさせてるんですね。でかつこれ実は言うと防水なんですよ。防水やからいらんなんかそのあれやらんのにいいんですね。これ防水ジッパーなんですよね。でこうやって広げれたりとかちっちゃくさしたりとかもできるんで、これめちゃくちゃいいでしょ。そんな感じで。んで UL ザックってね、こういうのついてないんですよ。これストックピッケルを止めれるやつなんですけど、これもねもう得点高くて、ここにパーンって装備できるんで結構ええな思って。で要するにこんなんとかあったらまたヘルメットとかも設置できるんでかなりいいかなと思います。で22リットルの割には結構入りますよ。多分22以上はあるんちゃうかな。その22リッターのそのメ
メーカーによって違うんでなかなか難しいんですよ、大きさが。これめちゃくちゃ良かったです。でさっきのその、PB シートでやったら余計に。でこれだけウエストベルトだけ交換してます。これはピストベルトですね。ウエストベルトは、ヒップベルトっていうのかな、ちょっといろいろ言い方はあるんですけど、これを交換してるんで、でこれ標準のやつは普通のベルトだけなんで、でこれを購入して、でポケットあるやつ、このポケットあるやつでもいいんですよ。これこういう風にウエストに結構ね重さが引っかかってくれるというか、逆にこれを大きくすることによってそれもええかなという感じですね。こんな感じです。これがもうほんまにめちゃ良かったです。そんな感じですね。私の今年のベストな登山ギアでした。以上です。来年もよろしくお願いいたします。